はい、ちょび旅です。博多港国際ターミナルに来ています。今回はニューカメリアを利用した釜山往復の船旅をご紹介します。入り口入ると正面にニューカメリアのチェックイン場所があるのですぐにわかると思います。チケットはこんな感じです。1階には両替するところやロッカーがあります。釜山は18時30分以降の入国でもう結構遅くなるので、初めて韓国へ行かれる方は不安を少しでも解消するため、レートは悪いですが少額の両替をしておくのもいいと思います。屋上に来てみました。で、こちらがニューカメリアの外観ですね。就航は2004年7月と20年選手です。ニューカメリアの名前の由来は釜山市の鹿が椿、福岡市の冬の鹿が椿科のサザン科ということで、共通する鹿、椿を英語読みしたものです。はい、1階に戻ってきました。前回のクイーンビートルの時にも気になっていたこちらのコパンに行ってみたいと思います。メニューも豊富にあってどれにするか迷います。こちらの船旅セットを買って船の中で食べるというのもいいですね。店内はこんな感じです。ここのキンパが美味しいということでちょっと食べてみようと思います。ごま油の匂いがね、サービスでもらいました。なんかお稲貝とね、ほうれん草、たくあん、人参。ちなみに船の自販機のキンパの値段は700円です。出発ゲートと到着ゲートは同じ2階にあります。はい、制限エリアに到着です。福岡から出国するときはパスポートとチケットのみの検査で終了です。荷物検査は韓国入国時にあるので、船から降りるまでは食料品やお酒類の持ち込みに制限はありません。免税店を見たいときはスーツケースがあるのならば、並んでる列にスーツケースだけ置いて見に行きましょう。スーツケースを置いて順番待ちというのは初めて見たときはびっくりしました。さあ、いよいよ楽しみにしていたニューカメリアに乗船です。今回個室を予約しているので、まずは3階のインフォメーションセンターで部屋の鍵を受け取ります。乗船するとすぐ階段とエレベーターが見えてきます。エレベーターは順番待ちで時間がかかりそうなので、今回は階段を使って3階へ向かいます。今正面に見えるのがインフォメーションセンターですね。愛と書いてあるのでわかると思います。そしてこの左側が食堂になります。今回予約した部屋は特等室ツインなので5階に向かいます。ただスーツケースを持っての移動はやっぱり大変でしたね。エレベーターを利用するコツとしてはやっぱり早めに並んでおくことですね。4階5階の部屋の方はまずその階までスーツケースをエレベーターで運んで、その後でインフォメーションセンターで鍵を受け取るというのがベストだと思いました。5階だからいける？よし。さあ、あと1回頑張って登りますよ。今回船ということで2リッターのペットボトルのお水を3本持ってきたのがかえってあだとなってしまいました。階段付近にはこのようなソファーがたくさんあるんですが、全部早もん勝ちです。この日は満員だったので、もう通路のソファーは全て埋まっていました。
お、行った。さあ部屋に到着しました。早速入ってみましょう。予約した部屋は特等室ツインです。めっちゃいい部屋じゃん。椅子とかテーブルは動かないように固定されています。なんてね、ツインベッド。一応こちらみチェック。よいしょ。なさそうな感じかな。救命道具にハンガーが1本ずつ。お、2人やけんね。タオルとバスタオルと着るやつだ。着るやつガウンみたいな。まあまあね、でかいでかい。バスタオルって感じかね。バスタオルだね。とガウン。で、部屋がに着るやじゃあちょっとじゃんじゃじゃん。コップじゃない。コップが2つとウォシュレットではない。ウォシュレットと書いてある。空気清浄機とお茶が入ってる。冷蔵庫はなぜか向こうから開くなぜかこっちから開いて中は入ってない。結構音はいいね。あ、風も強い。このアメニティ袋にこれシャンプー、リンス、ボディシャンプーかな。で歯ブラシに歯磨き粉、スリッパ、フェイスタオル。ほうほう。あ、なんかすごいな歯ブラシ。長いね。ゴシゴシするちゃうね。あ、なんかリモコンがある。テレビがね。とこれはちょっと暑いからまさかこんな暑くなるとはね。ちょっと15度に設定。もちろん部屋は禁煙。避難経路書いてあるね。ああ、4階に行けって書いてあるね。あ、外に出るってことか。特別室と特等室を利用した場合、現在はプサン港だけ優先下船できるサービスがありました。これはかなりでかいですね。よし。眩しすぎるこれは眩しい。グラスがいるね。わあ、本当だ。離れてた。早いね。15分には離れてる。お客様へご案内申し上げます。ご電話ただいま各港を出港いたします。수리나 문제 안내 말씀드리겠습니다. 우선은 지금부터 합격 사항을 수령하겠습니다. よかったね、ちょうど。本当。30分と思っとったら見れんとこやったね。楽しみね。さあ、目的地はプサン。今日はね、もう6時半やけん、着いたらもう真っ暗やけど。でも夜入港したことないけんさ、リトルっていつもあったんけんね、ちょっと雰囲気が違うもんね。今日本当あったかくてさ。暑いよ。今の気温が9度、最高10度だよね。風がないっけ。ああ、ないね。ね、あったかい。天気は快晴。本当奇跡の快晴。昨日まで雨やったの。本当やね。あそこがクルーズのターミナル。左の。
してあそこでバスが来る。うん横浜みたいね。本当？横浜のちっちゃくなった場所みたいな。かなりちっちゃいけどでもそこの先せり出してるのは追加で工事してつけたという大きいのが入れるように。あ、足りないんだこれだけじゃね。うん長さが。そう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 。いやこれ結構長いやつでやっぱうん端まで行くんかな。うんであっち側に建物グレーのなんかね免税店とかできた。あ、右のね。あれ免税店？ディスカウントストアみたいな。伝説バスがちょうこれスモーキンゲンねこれ野放しで吸っていいんだ。ど。これ部屋かな。韓国の人タバコ吸う人多いけん必須なんやろうね。ここは5階かね。一応。もうここは6階とか船長室とかなのかな。押せるのがで帰りの便は左の若宮だけがつくのね。電子レンジで利用されることになった。ずっと使える6時まで。23時まで使う。じゃーん。さあどうかな。何が入っとる？白菜と豚肉と、あ、結構でかいね。お肉大きいよ。ハムも入ってる。あとはネギかな。とキムチ。辛い。美味しい。辛さ的にどんな感じだね。ラーメンぐらい。辛ラーメンぐらいある。結構辛いね。結構辛い。この一番上のやつでかい。あ、これ。ね、でかいよね。あ、大根。食べてみよう。ダメよね。カリカリ。カブ？おいしい？角的みたいな。さあ、船内で、ビール。もう今日2杯目ね。2杯目じゃない、2回目。で、完食です。美味しかったね。うわ、これ結構ラッキーやね。見れるとか。知ってる姿を見ることがないので。
レンジもあるね。3台も完備されてる。さっき並んどったよ。レンジで？わ、本当？ロッカーは小が100円、大が200円となっていて、機内持ち込みのスーツケースの大きさでも大のロッカーには入らない大きさでした。昔もってある。八品タン、亀田の素焼き、迷いか。こちらで熱いお湯が出るのでカップ麺等にご利用ください。釜山行きは昼便なのでお風呂の利用人数も少なめでした。古いな。あ、一応鬼滅がある。一応両替もあるね。よいしょ。お、着いた。さあ、頑張ってね。全然ダメだね。あ、どこ音楽も残念。鍵は閉まってる。小中大特大カップルベガアルペア。ベガカッペリア。あ、それ買うってこと？サントリーソールドアウト。もう多分もう何も食べん方が。チンラーメンとかバインダーとかヒゲソリ。アメニティセット300円。ここは3階。ネットでは特等室までしか予約できませんが、電話予約でのみ特別室が予約できます。ここにも特別室は載ってないね。専用デッキがあるので、釜山花火大会の日に泊まれたら最高ですね。で、ちょっとした貴重品入れ。ああ、大部屋の人たち。無料で鍵をお貸しします。エレベーター乗ってみる。電気使うのかな。覚えてないのかな。覚えてないね。どういうこと？すごく時間が。ちょっと待って。本当やね。あ、もう出発する前までしか動かないんだ。4階には喫煙ルームもありましたよ。船内に500人もいますと
かなり賑やかになりますが、個室だと静かにゆっくりと休めるのでおすすめです。この日は晴れてたんですが、波が結構高くてですね、チャンミーはちょっと船酔いしました。ちょびっとはギリ大丈夫だったんですが、酔い止めの薬は晴れていても飲んでいた方がいいと思います。さあ、プサンが見えてきました。マジックアワーも相重なって感動的な時間を過ごせました。プサン港大橋はカンアン里にあるカンアン大橋と似てますので、間違わないようにお願いします。さあ、入港しました。時間は19時40分。結構かかったね、やっぱり。1時間。やっぱ500人はすごいわ。お、そこまで寒くないね、やっぱね。さあ、今回は今まで行ってなかった動くほど歩いてプサン駅へ向かいます。バス停まで行ってバスを待ってる時間あったらもう着いてそうな。アスティホテルもここから見えますね。アスティホテルのレビュー動画もありますので、よかったらご覧ください。夜綺麗ね。ダンキン、パリーズコーヒー、ダンキン。あ、違った。ダンキンじゃなかった。ドーナツ&コーヒーだった。最初の D だけでダンキンになってる。カカオフレンズ。今から超おすすめのマッコリ屋さんに向かいます。お目当てはボクスンドガのソンマッコリで、ソンマッコリのソンは手作りという意味です。とにかくこの生マッコリはワインやシャンパンが好きな人にとてもおすすめです。プサン駅は1階と2階にあって、1階の方が中でゆっくりとくつろげます。何味がいいかわからない。何味やろ、見てみる。字がちっちゃくて見えんね。3種類あるね。こっちは。あれは分からん。テイスティングできると書いてある。
안녕하세요.あ、日本語が書いてある。もうわからん。わからんね。아, 일본어. 일본어 있어요. 네. 아, 감사합니다. 요 앞에서 보시면 더 편하세요. 여기는 탄산. 아, 요거는 이제 탄산 없는 거, 원액 막 네. 진하고 걸쭉하거든요. 요거는 그냥 일반 맵쌀. 요거는 모찌고면 찹쌀 고추. 진하고 걸쭉한데 요거는 단맛이 없어요. 구도가 이제 달짝지근. 아, 알코올. 아마이. 예. 아, 요거 알코올 다른 퍼센트. 다른 거. 네. 알코올 퍼센트. 아. 그다음에 요건 탄산입니다. 아, 시와시와스르나 요게 거친한다. 대표적인 스트셀러. 새콤달콤한 샤페 같습니다. 아마지 파이. 아, 요거는 아까고미. 요거 아마이. 슈퍼 드라이가 아마쿠나이. 세 가지 탄산. これは炭酸じゃない方ですね。で、こちらが炭酸です。 美味しい。これがいいね。탄산. 탄산 있는 네. 걸로 하나, 한 병. 네. 炭酸を購入された方はとても重要な注意点が一つだけあります。それは一気に蓋を開けないことです。一気に開けてしまうと中の液体が半分ぐらい勢いよく飛び出してしまいます。炭酸の蓋を開けるときはちょこっと開けてプシュッと聞こえたらすぐ閉める。これを 5,6 回繰り返して吹き出してこないのを確認した後、蓋を完全に開けるようにしてくださいね。ここからはプサン港から博多港へ向けての乗船レビューとなります。出発フロアは2階なので、まずは2階へ向かいます。まだ開いてないよね。さすがに。チェックインは17時半からなんですが、現在時刻は15時、ちょっと早すぎました。空港と違ってあまり見るところがないので、そんなに早く来なくていいと思います。展望デッキからは下関に行くプカンフェリーとクイーンビートルも見えましたよ。酔い止めの薬も出発ロビーにありますので、市内で買い忘れても大丈夫です。ニューカメリアのチェックインはこちらですね。チェックイン時間が17時半から19時半となっていますが、これは出国審査の受付時間です。チェックイン時間はこちらになります。16時半から19時の間ですね。新は7時から7時半まで出国上でお願いします。行きの便ではよく取れてなかったんですが、このようにスーツケースを並べて順番待ちをします。出国審査は福岡便と下関便同時に始まりますので、できるだけ早く並んでおきましょう。帰りも特等室ツインを予約しています。またあそこがあれか。これね、急いで乗るべきか。で、あの人たち全部エレベーターやろ、多分。ああ、なるだけどね、ほどね。これね、ゆっくり乗っていいのか、そうちょっとだね。悩むのよ。あの人たち下関かもしれん。1に待ってるけこれはど。2やろ。下関が1番ゲート、福岡行きが2番ゲートになります。スーツケースを利用しての順番待ちは2番手となりました。順番待ちも無事終了したので、今から免税店を探索してみます。お、ピカチュウ。
ピカチュウじゃないか。ハニーバター。ハニーバターアーモンド。ハニーバターアーモンド5ドル。ありがとうございま一番これ買ったの一番基本的なハニーバターの味なんですね。うん。全部美味しい。わさびとかもあるし、まあ他にもありますから。もちろん辛いのは辛いのは辛い。うん、美味しい。これトッポッキ。美味しいわ。これはさっきのよりはちょっと辛くない。うん。こっちの方がちょっと辛くないですね。大丈夫。結構甘い。美味しい。これは新しい。これは今1位。す。あとポッキー。トッポッキが辛いの。これ楽。美味しい。いいよ。クエンクとか、ティラミス。いいよ好きなの。辛いの。これがいい。オッケー。ビールと合うよ。ありがとうございます。うまいね。美味しい。止まらんくなるこれ。これも美味しそう。海苔とチーズ。日本人が少ないので免税店もこのようにガラガラですね。スーツケース。スーツケース。色が綺麗だ。綺麗ね。うん。これは綺麗。なかなか見れない。そうね。せっかりが超ある。少ないのあった？うん？少ないのある？ピンク。こっちかな。これもいいよね。밖에 안 하거든요. 그런 것도 가졌고 되게 휠이 가볍고 무서움으로 押してみてね。糸は静か。日本円で直したら2600円ですけど、これからまた 10% オープン記念の割引して18,500円でございます。22,000円から全部割引して今は18,000円くらいでございます。中見ていいですか。はい、ポリカーボネートするこの素材がお客様ハード硬いその素材より何か衝撃に安全ですこれがもっと。これはオープンふんなにしてね。クロスパン。全部ですしカバーがキルト入ってます。マーク。同じです。会社が同じで。同じで。リニューアルしたのがこれ。これ。そっちか。じゃあ違うかな。最近リニューアル。新しいニュー。そうです。日本語が。まだまだです。いや上手ですよ。こっちがいいかな。じゃあこれをください。この色で。はい。今すぐ使うものでしょ。はい。荷物全部入れています。はい。これが購入したボクスンドカのソンマッコリです。スーツケースもらったらマッコリ2本ボトル2本。今夜船の中でこれ全部埋めるのか。これはロッテマートの地下で買った天ぷらとキンパです。順番待ちが大成功してエレベーターも1回目で乗れました。
いしょよいしょ。電気よいしょ。到着。免税店で買ったお菓子と船を乗る前に買ったお菓子を紹介します。これが海苔、オリーブオイルって書いてあるね。本当はごま油が良かったけどちょっと高かったので、16パックやったっけあれ。数が多かったからちょっとコンパクトなやつにしました。これはオリーブオイル。これポテトクリスプって書いてあるね。ちょっと固めのやつやったねこれ。でこれがミョンドンの屋台で食べた麺がこれやったのでちょっと気になって帰りの船で食べようと思って。激辛って書いてあるよね。これはコンビニで買った。これはロッテマート。チャンミーがなんか珍しいって言うから買ってみました。これもロッテマートね。アーモンド、2つともアーモンドかな。そっか。これがこれ試食したっけ。してない。これチャンミーが選んだやつね。したなんか好きやったよね。これ辛くて美味しかった。辛い人が好きな人はいいんじゃないかなと思います。これはハニーバターアーモンドって書いてあるね。あれ食べたら美味しかったね。定番のやつね。今撮ったけど録画してなかったのでちょっともう開けたけどちょっと開けてね。ビンチでちょっとさっき食べたからクリームチーズがね、中はクラッカーじゃなくてビッツみたいなね。日本のお菓子のね。ビッツじゃないリッツクリームチーズの匂いがすごい漂ってくる。じゃあさっき食べた時にチャミに食べてもらう。船の自販機で買ったアイスなんですが美味しくて2回買いました。プサン港大橋のライトアップとても綺麗ですね。船の方は予定通り22時30分頃に出港しました。博多港には翌朝の5時半から6時頃到着するのですが、税関が7時半からしか開かないので船の中で7時半まで待機して入国となります。帰りは波が高いということで2人とも酔い止めの薬をしっかり飲んで乗船しています。そして実際すっごい波が高かったんですが2人とも全く酔わなくてですね、酔い止め薬の効果を身をもって体験することができました。それでは今回はプサン港大橋を見ながら終了したいと思います。もし気に入ってもらいましたらチャンネル登録と高評価をどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。